具にこだわらないとやっぱり料理ってなかなかねうまくいかなかったり、逆に道具にちょっとこだわることによっていろんなことがスムーズにいって、そのスムーズにいった分違うところにも力を注ぐことができるので、私にとっても相棒みたいな仲間ですね。もっと言ってしまえば私たちを支えてくれるメンバーですね。はい。ラボンヌターブルで、シェフをやっている中村と申します。今日はですね、10年間ずっと作り続けている、最初にねお出しするサラダは自然のありのまんまの味をそのまま表現するっていう形で取り組んでまして、早速今こういったね野菜を使ってね作っていきます。コールラビです。コールラビはね、ちょっとカブとキャベツを連想させるようなお野菜で、結構皮が硬いので、こうやってねよーく切れる包丁でちょっと厚めに皮をむいて、野菜を切る時も切れる包丁で切れないと結構肉を切るより難しかったりするんですよね。結構繊維とかが繊細で身割れしたりとか、あとはいい包丁で切るとすごい輝きがね増すような気がしてね、コールラビに関してはすごい丁寧に皮をむいています。コロッと丸く、はい、皮をむいたらスライサーでスライスしていきます。すごいコンパクトなスライサー、厚さを簡単に後ろで変えられるんで、コールラビってまあまあねスライスするの難しいんですけど、なかなかここまでね薄くスライスできるってちょっとした芸術領域なんじゃないかなって。2枚くっついてるのに気づかないぐらい薄い。おお、形作って立体的に盛るとまた人が味わったことがない野菜の美味しさに気づいたりもするんで、すぐに全く違うスライスにできるんで、キュウリって言うとね輪切りが結構主だと思うんですけど、なかなか言われなかったらキュウリって気づかないような複雑なカットにもできたりするんですよね。こういったキュウリもあれば、キュウリ一つだけでサラダができちゃいそうなタッチメントを変えて、キャロットラペとか結構定番で、お店でも作ったりするんですけど、人参はなるべく薄く皮むきたいんで、結構円を保ったまんま切れる。四角くなっちゃうとどうしてもナチュラルな感じがしないっていうか、人参のなるべくありのままの形を保ったまま綺麗に剥けるっていうのがいいスライサーの条件かなって私は思ってます。すっげえ簡単に、はい、ラペができる。スライサーでやるからこそ、なんかこの繊細なカットができるかなと。赤いピーマン、大根というか大きい野菜って本当に切るの難しくて、大きい切れる牛刀とかそういったものを使うことが多いんですけど、これぐらいコンパクトでこれぐらい切れる包丁があるとすごい仕事もはかどりますね。結構昔は野菜の形を本当に生かしたかったから、皮もつけたまんま一生懸命こすって使ったりしたんですけど、これを直接こうやってピーラーでやるだけで結構ナチュラルなレンコンの切り方ができるんですよね。レンコンチップとかそういったね料理を作るときにもピーラー1本でできちゃったりして、ピーラーもアタッチメントをこうやって変えることによって刃の厚さをね変えて、ちょっと厚めに向けたりとか、セロリの皮もねこうやって剥いたセロリの皮のねなんか断面がなんかすごい輝いてて好きです。セロリの皮はねブイヨンとか取るときに仕上げにさっと入れるとすごい香りが移って大好きです。でこれはブイヨンに使うとして、サラダにもこうやってパッと見なんだこれはって感じですけど、セロリですって感じですね。かぶもね本当に丸く剥くのって難しいんですけど、
こういうものこそこの刃の厚さをちょっと気にしてより繊細な方でスライスします。私もともとレフィルメソンスというところにいまして、そこのシグネチャーズディッシュが株なんですよね。で1日だいたい60個とかね、それ以上剥いてたんですけど、頑張って包丁でやってたんですけど、その当時にこれがあったら楽だったなって。野菜にこだわればこだわるほど、ピーラーっていうものには刃の厚さとかそういったものにもこだわりたくなりますね。皮がついてたんじゃないかっていうぐらい綺麗に自然な丸みを帯びて使うことができるんで。今日私がデモンストレーションしましたけど、サラダを担当しているスタッフが無理やり明日勉強になるから来なさいって言って来させました。そしたらすごいメモを取って、セットがあることによって新しい野菜の価値観にも気づけるんじゃないかと、新しい野菜の魅力にも気づけるんじゃないかと。やっぱ野菜って本当にすごい繊細なんですよね。切り方一つで美しさとか味とかテクスチャーとか、舌触りとか全然変わってくるんですよね。特に生野菜の場合、火を通すっていう過程がないので、より顕著にそこが現れるんですよね。和食で言ったらお刺身の切り付けによって全然味が変わるっていうじゃないですか。あれに近いようなところが、あったと思います。それが野菜の場合はすごい種類がたくさんあって、なおかついろんな硬さ、いろんな大きさ、可能性に満ち溢れているので、あれだけたくさんの種類があると本当に創作意欲を沸かせてくれるというか、お店のクオリティが一段階アップすると思いますね。包丁もあれは本当に肉も魚も本当に切りやすいんですけど、やっぱ特筆してるのは野菜のカットかなと。何を切っても繊維が壊されないというか、そこそこの大きさのものでもなんか無理なく切れるというところがすごい気に入ってますね。ピーラーなんですけど、ピーラーって一番の欠点がよく売ってるピーラーの野菜の形を保とうと思っても保てないんですよね。ついちょっと削りすぎて四角くなっちゃったりとか、幅広く削りすぎちゃったりとかして、それが嫌なんで私は今まで包丁を使うことが多かったんですよね。もしくはなるべく皮を剥かないように。とは言ってもやっぱり繊維がすごいあるお野菜とかは皮一皮剥きたいですし、何かいいピーラーないかなと思った時に、ピーラーに出会ったっていう感じですかね。結構力かけて剥ける厚さとかも調節できますし、何よりもすごい繊細に剥けるんですよね。包丁で剥いてるかのごとくなんか細かい角度の調整ができたりもするので、なんか丸いものが丸く剥けるって当たり前のようで当たり前じゃない今までの常識をちょっと覆してくれたような、そんなピーラーですね。本当になんで今までなかったんだろうって逆に思っちゃうぐらい、なんかあんまり気づかないもんなんですよね、人間って。自分が普段ねピーラー使って剥いてて、ちょっと形がなんか株を剥いたらちょっといびつになっちゃうな、まあいいやっていうか、まあいいやも思わないで、そういうもんだろうって思っちゃうと思うんですよ。ただそこを研究してくださって、こういった素晴らしい商品を開発してくれて世の中に形として出していることが私たち料理にとって本当に助かれるし、なんかありがたいですね。大好きなピーラーです。今日はちっちゃいねプチバンドリンを使わせていただいて、とにかく効率がいいなと。やっぱり大きいスライサーとかだと結構ドーンって使っちゃうし、なおかつアタッチメントを変えればいろんなね切り方もできる。その分だけ大きいのを揃えなきゃいけないとかなると本当に洗い物も大変ですし、ケアも大変ですし、なかなかそこまで細かく揃えることができなかったっていうのが必要なんですよね。2種類ぐらいあればいいかなとは思ってたんですけど、あれに関してはもうこれぐらいなんですけど、意外とそれぐらいあればちょうどいいっていうギリギリのサイズ感っていう、これ以上ちっちゃいとちょっと物足んないけど、これ以上大きいとちょっと幅取るなっていう、その絶妙な携帯電話みたいなサイズっていうかね、なんかポケットにもしまえんじゃれんじゃないかみたいなサイズなんで、しかも切れ味も抜群ですし、多分あれがあることによって新しい料理のひらめきっていうものがどんどん生まれてくるんじゃないかなと思います。